三国志における蜀の名軍師、宝刀、宝資源に比べられている日本の武将は、中川清秀。鬼瀬兵とも称された中川清秀です。こんにちは、筆案フラフラサイと申します。このチャンネルでは、江戸時代後期の書籍、英傑三国志伝を紹介しています。これは、絵本体後期と通俗三国志を比較した書籍です。前回、英傑三国志伝において、秀吉配下の地望の師、竹中半兵衛が、三国志の序書、つまり劉備に軍師の重要性を理解させた慶州の序玄直になぞらえられているというお話をしました。多くの軍師や策士が登場する三国志演義と違い、日本の戦国時代では軍略を専門に扱う人物がそれほど見当たりません。日本の軍師とでも言える人物は、黒田官兵衛、竹中半兵衛、山本勘助など、限られた数しかいません。むしろ、信長や秀吉、真田幸村など、武将自らが策を巡らす場面が多い印象です。そのためでしょうか、蜀の軍師宝刀になぞらえられる人物は、武勇の優れた摂津の武将、中川清秀が当てはめられることになりました。ちなみにですが、英傑三国志伝において三国志の主な軍師や政治家としては、すでに紹介した序書と、今日お話しする宝刀に加え、この後、蜀の馬良、馬謖、義の帝育、核、炎症期間の伝法、心配、そして流氷配下の長将などが登場します。しかしそのほとんどが日本の武将と対比されており、地望や軍略とは関係ない逸話をもとにして比べられているのです。さて話を戻して中川清秀についてです。中川清秀は摂津の国、今の大阪北部あたりの軍師で武勇に優れ、鬼瀬兵などと呼ばれました。はじめは荒木村重に仕えますが、荒木が信長に反旗を翻したため、信長に包囲され、その際、中川清秀は信長に降伏しています。それ以降は秀吉に仕えました。その中川清秀、なぜ宝刀になぞらえられているのでしょうか。それは、静ヶ岳の合戦において、砦にこもり、苦戦の末、討ち死にをしているという逸話からなのです。三国志の蜀の宝刀、慶州で学び、若い頃からその才能を認められ、諸葛亮とともに、画亮と宝須と評されました。つまり諸葛亮はまだ寝ている竜であり、宝刀は鳳凰の雛だというわけで、いずれは世界に大きく羽ばたいて活躍する人物であろうとみなされている2人だったのです。宝刀は初めは呉の国の周囲に仕えていたようですが、その後劉備に仕えます。宝刀の助けもあって、劉備は駅州攻めに成功し、ついに蜀の国の主となるわけです。しかしこの駅州攻めにおいて、宝刀は劉備の代わりに危険な街道を進み、落砲破、つまり鳳凰が落ちる場所という地名の場所で、伏兵の矢に当たって亡くなってしまうのでした。このように中川清秀も宝刀も主君の重要な戦いにおいて危険を顧みず大役を果たし、戦場で散っていった。その最後のあり方がなぞらえるにふさわしいと考えられたのでしょう。またその他の逸話としては、中川清秀も宝刀も主君に対して歯に衣着せぬ物言いをしていたようです。中川清秀は山崎の合戦の後、秀吉が天下人であるかのような存在を取ったことを怒ったという話があるようですし、宝刀は駅州攻めがうまくいった時の宴会で劉備が笑みを浮かべているのを見て、負けた側のことを考えるべきだと諌めたと言われています。このように、片や強い武将と、片や見栄えのしない風貌の軍師という異なる描き方をされている清秀と宝刀の2人ですが、その気骨のある心意気が似通っているということでしょう。中川清秀、和田伊賀守を討ち取りしより武名を天下に轟かし、山崎の合戦の見切り先陣とし、一番に敵を破り、勝ち時を上げしより、総軍の勝ち戦となる。秀吉柴田勝家と合戦の時、秀吉を助け、静ヶ岳の砦にこもり、佐久間盛政の大軍と苦戦し、優位を表し討ち死にを遂げしを、惜しまぬ者なし、蜀の宝刀になぞらう。さて、次はどの英雄がどの武将に例えられているのでしょうか。それは次回の講釈、お楽しみに。フラフラ祭でした。